本日は猫背を整える治療院背中リペア治療科の藤原さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回藤原さんにコラボしていただいた理由なんですけれども、YouTube チャンネルをやってて、その中でクロスステップのレビューをしていただいて、高評価を、私たちもいろいろな理由があってこのクロスステップいいぞっていうふうに押させていただいてるんですけれども、専門家の視点から、この靴選びだったり、またはそのクロスステップに対する評価の方をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけど、靴の選び方みたいなところのアドバイスいただけると嬉しいなと思うんですけど。わかりました。ですね、今僕が持っているものがですね、ランニングシューズにアシックスのランニングシューズ。アシックスのランニングシューズです。で、こちらっていうのがそういった条件を満たしてますので、ちょっとこちらを実際見ながらですね、条件をお話していきます。よろしくお願いします。ではですね、今から4つの条件をお話しします。靴の中でも4つの条件。そうですね。1つ目ですね、かかと部分になります。この部分ですね。ここですね。で、ここを実際手でちょっとつまんでみましょうか。ここですね。そうです。硬いっす。硬いです。全然動かない。で、これに関してはすごく頑丈にできているので、プラスチックみたいなのがついていて、すごく硬いです。で、ここがこのぐらいしっかりしている方が足をしっかり支えてくれます。なるほど。ここがちょっと緩いと虚骨のそのバランスっていうか動いちゃったりするってことです。それともそこは虚骨では関係ないですか？関係あります。関係ある。この乗ってる部分が動いてしまうとやっぱり虚骨とかも安定感がなくなってしまって、いい位置にいることができないので、このぐらい硬い方がこの虚骨の安定感を保つことができます。じゃあかかとを踏み潰して履くっていうのはもうこれは最悪ですか？そうですね、最悪です。最悪ですし、あとは逆に言うと踏めるくらい柔らかいっていうのはもう要件を満たしていないスニーカーではあります。じゃあそこはちょっと避けた方がいい。そうですね。なるほど。これがまず1つ目ですね。1つ目です。で、次2つ目です。2つ目はですね、靴底のこの、土踏まずとかがあるような部分ですね。この部分です。ここです。この部分がすごく頑丈な方がいいです。頑丈っていうのは硬いとか。硬いとか。なるほど。で、手で持ってですね、こう曲げようとしてもほぼ曲がらない。そうですね。このぐらいの硬さが結構力加えてもここが折れないってことですか？そうですね。ここが折れないことが大事。そうです。で、ここっていうのは体の衝撃だったりを受け止めたりする機能があるので、そういう時に柔らかすぎると衝撃に負けてしまうので、なるほど。足を守ってくれなくなってしまいます。いや、ここがこう折り曲げようとした時に折り曲がらない方がいいと、硬い方がいいということですね。そうですね。なるほど。これが2つ目。2つ目です。で、3つ目です。ちょっと先の方ですね。この部分は軽い力で曲がってくれる方がいいです。なるほど。じゃあこういう状態がそうです。ですね。そうです。なるほど。こうすることで、こうね、地面に足をついてこうやって反る動きが入った時とかに邪魔をしないで。なるほど。こういうことですか？そうです。これがここまで全部硬いと、この動きができない。なるほど。こんななんかよくわからない動きになってしまうので。なるほど。足の動きを邪魔しちゃってるってことですね。これが自然な形っていうことですね。こういってこう。なるほど。そうです。じゃあこれが3つ目ですね。3つ目です。ここ真ん中折れない、後ろも折れないけどここはちょっと若干折れ曲がってくれる。ありがとうございます。で、最後4つ目に。4つ目はですね、ねじれに対する耐性がある。というのはですね、雑巾を絞るみたいな感じで、こうやってやった時に、ほとんど動かないと思うんですよ、このスニーカー。これ硬いっすね。硬いですよ。で、これが柔らかい靴だと、本当に雑巾を絞るみたいにグニョーンってねじれてしまいます。なるほど。いや、僕卓球シューズとか今までこう履いてきた中で、新しいの買ったらだいたいグリグリにやってこうめちゃくちゃここ折り曲げまくって、さらにこっちもグリグリってやって柔らかくした方がいいのかと思ってたんですけど、めちゃくちゃ間違ってましたね。そうです柔らかいと馴染んだ感はあるんですけど、そうですね。なんかフィットするのかなっていうのと、なんか先輩たちがなんかそういうことやってたなと思ってなんかとりあえずかっこいいからやろうみたいな感じですけど、靴の知識とか足の知識からすると全く反対のことをやってたということで、お恥ずかしい限りでございます。守る機能がなんか落ちてしまうので、基準としてはですね、こうねじった時にこの
つま先がこの元の位置に対してはい、直角に90度直角になるぐらいねじれるとはい柔らかすぎます、ああ、これもうほとんどいかない、動かないですね。はい、ちょっとほんのちょっと浮くぐらいです。そうですね。これが重要です。ああ、なるほど。これじゃあいい靴としてはこういう4つのポイントを守ってっていう感じなんですね。そうですね。はい、なるほど。すみません。ちなみになんですけど、はい、例えばこれランニングシューズだと思うんですけど、はいはい、例えば初級者、中級者、上級者みたいな感じで選び方って変わってきたりとかってするんですか？ランニングシューズについて言っていくと、今僕が持っているこのモデルは初級者モデルです。硬い、すごい、はい、さっきのすごい満たしまくってるやつは初級者モデルなんですね。で、特徴としてはこの靴底が分厚くてクッションが効いてるんですよね。で、初級者の方っていうのは、走りに慣れてなかったりとか、筋力が弱かったりするので、クッションがある程度ないと痛めてしまったりとかします。トラブルが起きてしまいます。で、中級上級と上がるごとに、今度は筋力がしっかりついてスピードが出るようになってくると、このクッションが邪魔になってくるんですよ。衝撃を吸収してしまうので、速く走れなくなってしまう。なるほど。でそうするとだんだんここが薄くなって、この辺の条件を満たした上でここが薄くなってきて、本当に上級者モデル、選手モデルになってくるとすごく薄くなります。もう軽量とか軽いとか自在性が増えてくるような靴選びをする人が多い。そうですね。あとはクッションがどんどんなくなっていく。なんかこんだけゴツゴツしてるとこれ上級者モデルなのかと思ったら、逆なんですね。逆です。なるほど。ちょっとランニングがそういう、選び方をしてるってことなんですけど、基本的には別のスポーツ、例えば治療家としていろんな方と接してると思うんですけど、実際その専門競技に対しての技量が例えば初級者、中級者、上級者とあったら大体同じ選び方で間違いないですかね。そうですね。そうですよね。足フラっていうか足だから別に競技関係ないですよね。今思ったけど質問がちょっとなるほどなるほど。あとですね、靴を選ぶ上で大前提としてサイズが足に合っているっていうのが絶対条件になります。なるほど。大きすぎたり小さすぎたりすると、靴の本領を発揮できなかったりとか、あとは靴の中で指とかが当たって魚の目になっちゃったりとか、そういうトラブルが生まれてきてしまうので、サイズが合ってるっていうのが絶対条件になります。なるほど。これは、例えば実際にこれを履いたりして、感覚値で選んでいいものなのか、もちろんちゃんとこう測ってだいたいこのサイズのものを選んだ方がいいとかっていうのは何かあるんですか？ですね、フットメジャーというものがありまして、このフットメジャーを使うと縦のサイズ、例えば27センチとかそういうセンチメートルのサイズと横のサイズ、これワイズっていうんですけど、アルファベットで表されて、A、B、C、D、E、2E、3ってだんだん大きくなっていきます。でフットメジャーを使うとそれが分かるんです。でそれを指標にしていただいて、でその近いサイズのものを履いていただいて試していただくっていうのが確実です。実際測って、例えば 2E というサイズが出たとします。でその状態で、例えば27センチの 2E だったとして、そのサイズの靴を実際に履いてみてですね、やってる競技、卓球なら卓球の動きだったりをちょっとその場でしてほしいです。でその上で足が中で当たる感じがすれば、それは実際のサイズよりも使った時は広めを選ばなくちゃいけない。なるほどなるほど。っていう風になるので、試着して動きはしてその競技をその競技の動きをちょっとやってみてほしいところですね。やってみてほしいです。なるほど。この履いた感じとやってる感じでやっぱちょっとズレが起きるのであるというところですよね。いや靴選び深いですね。結構全然卓球界やってないです誰もトッププレイヤーはインソールとか、いろいろちゃんとやってますけど、もう僕のレベルでやれば、いやスポーツメーカーのシューズ選んどきゃええやろっていう感じですね。あとは好きなデザイン選べばええやろっていう感じなんで、本当に反省するばかりでございますありがとうございます。